おはようございます。たかしです。本日は12月7日木曜日、ただいま9時42分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、ノートメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。昨日も下落、日足は下落となっております。ただ、ここのところの動きかなり分かりにくくって、今は GMMA の青帯に接触してますので、そしてストキャスティクスも安値圏、そろそろ現在地付近からの反発を考えたいところですが、今はこの日足単位のダブルトップでの下落になりますので、このネックライン付近を目指していると考えます。そろそろそのターゲットも近いんですが、だいたい 184.5 付近というところがターゲットになってくるのかなと。その辺で反発していくのか、さらにそこを下抜けてくるのか。下抜けてくると次はこの白のラインですね。過去の高値、この黄色丸のところに引いてある白い水平線 183.913 約184円ですね。そのあたりを目指してくるのかなというところ。現在まずは 184.5 付近、そこを下抜けると184円付近を目指してきそうです。ストキャスティクスは安値圏にありますので、ここからの下落は十分注意が必要です。昨日も結果的には下落してきているっていう、日足のローソク足を見ているとそうなっているんですが、中を見ていくと難しい動きをしてますので、決して現在分かりやすい相場ではありませんので、結果論だけ言うと下落しているんですが、どこでエントリーをするのか、エントリーした時どこに損切りを置くのかっていうところはしっかり確認しておく必要がありますね。では4時間足です。4時間足、先ほどの日足のダブルトップのネックライン付近まで下落してきているのがわかります。昨日引いてましたこのオレンジのラインの上の方のラインを今下抜けてきまして、そろそろ下のライン到達かっていうところですね。ですのでそろそろ反発してもおかしくないところまでは下げてきました。もちろんここ下抜けるともう一段下の先ほど言ってました184円という白い水平線、そのあたりまで下落すると考えますが、現在はやはり4時間足もストキャスティクスは安値圏ですので、一旦の反発は待ちたいところですね。ただとは言いましても、昨日は一旦反発上昇後のそこからの連続陰線になってますので、下落の勢いが強いことも確かですので、例えばラインにぶつかったからといって値頃感でそこでロングエントリーするのは危険です。しっかりと下げ止まりの形、兆しが出てくるのを待ってから、そこからの上昇の流れっていうことを見ておきたい。とは言っても4時間足下落トレンド中ですので、現在は下落トレンド中、GMMA の青帯付近まで上昇していけば、再びそこから下落していく。こんな感じの動きですね。こういう動きになってくる可能性を考えておかないといけないので、ここから上昇したとしても GMMA の青帯付近までという風にイメージしておくのが良さそうです。では1時間足です。1時間足は昨日ここにディセンディングトライアングルを描いておりました。そこを上抜けするのか下抜けするのかというところでしたね。現在のこの昨日からの下落、結構ダラダラと下げているんですけれども、連続陰線でここセリングクライマックスみたいになってきているの分かりますか？ですのでこういうところでついていくと最安値をつかまされて大きく上昇していくみたいな、そういう動きに巻き込まれかねないので、ストキャスティクスが安値圏にある時のショートエントリーは優位性がありませんと言いますが、今日足、4時間足、1時間足、すべてストキャスティクスは安値圏にありますので、そろそろ反発を疑っておきたいので、ここからこのまま下落が継続するにしても、そこについていく場合は常に上位足の大きな上昇の可能性を考えておく必要があります。そして現在は GMMA の青帯に沿って下落してきておりますよね。昨日もそうです、一昨日もそう、その前もそう、GMMA の青帯付近まで上昇していけば、そこがレジスタンスとなって下落してきておりますので、本日もしここから反発の上昇してきても、まずは1時間足の GMMA を意識しておくといいですね。そこからの反発下落、そして1時間足の GMMA を上抜けてくれば、次は4時間足の GMMA 付近まで上昇していくと思いますので、その辺の動きを見ておく。1時間足のこの下落、下目線が切り替わるのが昨日の高値を上抜けてからになりますので、昨日の高値を上抜けるまでは基本的には戻り売り、昨日の高値を上抜けてくれば、そこからは1時間足単位では目線が上になりますが、まだ4時間足は下落トレンド中ですので、次は1時間足と4時間足の目線がバラバラになってきますので、そうするとなおさら分かりにくい動きになってきますので、1時間足と4時間足の目線が同じ、現在はトレードがまだ比較的やりやすいんですけれども、1時間足の目線が上になってくる、昨日の高値を上抜けてくると
とそこからは1時間と4時間で目線が変わってきてトレードがやりにくくなると思いますので、その辺では一旦様子見をする方がいいかもしれません。ですので本日は1時間足の GMMA に沿って下落を継続するのであればその流れに乗っていく、上昇したところから売っていくという戻り売りですね。なので下がったから売っていくっていうのは危険ですので、その辺はご注意ください。では次はドル円ですね。まずは日足からです。現在はオレンジの平行チャンネルの下限付近で、ここから反発するのかそれとも下抜けるのかっていうところを見ているタイミングです。こちらもストキャスティクスは安値圏ですので、そろそろ反発を見ておきたいんですが、ほぼほぼ動いていないんですよね。ここ3日間ぐらいずっとこれ見ていただいてもわかりますが、ほとんど動いていないんです。なのでこういうところでトレードすると打っても勝っても負けやすくなりますので、そうではなくしっかり今のこの小さい動きを抜けてきたところ、上に抜けるのか下に抜けるのかはわかりませんが、それを抜けてからの次の動きについていくのが今はドル円やりやすいと思いますので、現在は様子見ですね。では4時間足です。昨日も一昨日もその前もそうですが、じりじりと上昇してきております。かなり分かりにくい動きをしておりますよね。ただ基本的には下落トレンドなので、この下落トレンドと今日足のこのオレンジのチャンネル加減ですね、そこで攻防戦が行われているところ、抜けるのか上昇するのかというところですね。まずはここの決着を待ちたいですね。買い足ではアセンディングトライアングルを描いておりますので、1時間足でそちらを見ていきましょう。では1時間足です。現在今下抜けてきてますよね。アセンディングトライアングルを昨日までは作っておりました。まだここ今のこのローソク足確定してませんので、下抜けた後は明確には言えない。そしてこのトライアングルざっくりと引いていたもので、昨日若干下抜けてきましたので、もう少し下の方に引き直さないといけないかもしれませんね。その今は下限付近にありますので、ここを下抜けてくるのか、それともアセンディングトライアングルからの上昇になるのかっていうところを見ておきたいです。1時間足の GMMA は完全に横ばいで方向感がありませんので、今はレンジを想定しておきます。昨日の高値、昨日の安値っていうところでのレンジですね。このアセンディングトライアングル抜けたからといってこのまま上抜ける下抜けるっていうのが絶対になるわけじゃなくって、そうじゃなくここでレンジになる場合があります。今ですとこんな感じですね。昨日の高値、安値というところでのレンジに移行していくっていうことも考えられますので、このレンジの中結構値幅としては狭いんですが、147円ぐらいから147.5 付近、147.4 付近ですね。その間でのレンジですので、このあたりで例えば5分足とかでトレードしていくっていうのはありかもしれませんが、どちらかというと明確にこのトライアングルの高値、安値っていうところを抜けた方についていくのが良さそうです。ですので上抜ければ日足のチャンネル加減からの上昇、下抜ければ日足のチャンネル加減、このオレンジのチャンネルですね、平行チャンネルを下抜けてきたという風に捉えたらいいと思いますので、そのあたりでのトレードをやっていくのが分かりやすいのかなと。ですのでこの黄色のボックスの中で上下上下に動くのであれば、その中のトレードでもいいんですが、ここのアセンディングトライアングルの上限を上抜ける、つまり昨日の高値を上抜ける、もしくはアセンディングトライアングルを下抜ける、つまり今週月曜日4日の安値ですね、そこを下抜けてくるっていうところを見ておくのが分かりやすいのかなと思います。もちろん今下抜けかけてます、黄色のボックス下抜けかけてますので、ここからの下落の流れについていくこともありですが、ここ結構抵抗ラインがいっぱいありますので、どこで反発してくるかが分かりませんので、下落の流れに乗っていくのであれば、ボックスを下抜けてからじゃなくて、ボックスの上限から打っていくですね。そういうトレードをしておくと安全だと思います。もちろん上限から打っていく場合、ボックス上限に向かって上昇してくるってことは上抜ける可能性もありますので、そこは注意ですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。現在ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の相場分析に加えて、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を配信しております。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手になりますので、週末動画でどんどんその知識を蓄えていただきたく思います。FX を基礎から学びたい方、そして知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決できるメンバーシップです。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。詳細は Twitter に時々載せてますので、Twitter 見ていただければノートの掲示板を公開していることもあります。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。